はい、広島でエイジアンです。はい、始まりました。今回はですね、今ですね、話題のテーマですね、話題といいますか、時事的に重要なですね、災害について、災害と外国人の避難についてですね、お話ししたいと思います。ちょうどですね、昨日ですね、8月14日ですね、中国新聞にですね、新記事がありまして、外国人避難言葉の壁というタイトルでありました。災害時に理解が難しいということですね。ちょっと触りだけ読みたいと思います。はい。南海トラフ地震、臨時情報が初めて発表されたことを受け、対象地域の外国人住民にも不安が広がっている。外国人材は働き手不足から各地で受け入れが進む一方、言葉の壁で災害弱者となりやすい。適切な避難の実現には自治体による多言語での情報発信も、必要も鍵となりそうだというようなお話です。はい、これいかがでしょうか。はい、もう本当にね、恐れる理由があるわけですし、江戸時代にね、やっぱり同じような地域で地震があって、そして淀川を、大阪の淀川をね、どんどん津波が押し上げて橋が潰され、船が陸上へ、そういうふうな被害がありましたね。江戸幕府のね、役人が記録に残しています。責任もあります。そういうことで瀬戸内海も全く無関係とは言えないんですね。だからそういう意味で正しく恐れるということを外国人にもね、教えて、そしてその恐れるだけでなしにどうやってそれを予防するのか、ということですね。そして避難するのかということをね、もう教えたいなと思いますね。はい、お互い様ということでね、お互いに協力してですね、命をしましょう。私もですね、東日本大震災からですね、能登町の、ボランティアとか運営センターやったんですけど、なかなか外国の方ってですね、自ら来られないんですね。遠慮してたりとか、あと、技能実習生は実習生の中で会社の寮にいるので、寮の人たち、会社の人たちがですね、そういう面倒を見たりとかしてるのでですね、あと遠慮もあったりとか、本当に外国人が行ってもやっぱり情報がなかったりとかですね、伝わってないのかなっていうようなところがありました。で、その言葉の壁ということでですね、この新聞記事はですね、アメリカとかですねは、SNS とかですね、ツイッターとかでですね、情報発信を、しているというですね、避難時ですね出てるんですけど、先日うちのねアメリカの姪っ子がですね来てたんですけど、このちょうど1週間前に地震があった時もですね、全くならなかったって言ってですねだからやっぱり登録しないとダメなかなということで、ちなみに日本の政府もあるのかもしれないですけどね、海外行く時とかって海外旅行行く時に日本政府のSNS とかツイッターとか登録してないですよね。登録してる人の方が珍しいんじゃないかと思うんですけど、なのでその他のフィリピンとかインドネシアの国々がこういうのをやってるかは分からないんですけれど、SNS があるからこれで安心っていうわけではないのかなとは思うんですけど、一つの方法としてこういうのに登録。そうですね。あとはあれですね、外国の方でですね、日本におられる方はドコモとか、ソフトバンクとかでこういう震災時の情報携帯が鳴ったりとかしますので、いろんな方法を取ってですね、緊急時にはですね、情報を受け取るっていうですね、のも必要かなと。で、外務省とかですね、あと、入国管理局も様々ですね、こういう災害時の情報発信ですね、ありますので、そこら辺もですね、いろいろ登録しておくと、見ておくといいかなと思います。今ちょっと一つ思い出したんですけどね、東さんのよくご存知ですけども、修道大学の学生たちが、避難についての、ね、マップを作りましたよね。これはね、本当に多言語で発信してくれる、そういうものを作ってくれた、素晴らしいと思うんですよ。だからローカルに国のよりもやっぱりその地域の危険性いうのを十分に把握しておかないと、どういう災害がここで起こるのか簡単じゃないですね。場所によるんですよ。崖崩れ、土砂災害ね、土石流、これは現場行かないと分かんないですよ。ここ土石流の危険地域なんか地図に載ってるんです。それをねやっぱり見て、そしてあらかじめその予防、その時はどうするということをね想定しなきゃいけないなと思いますね。そして
警報が出て逃げるとしてもですね、ルートがこのルート3メーターの道路がね本当に3メートルかと言ったら、その時は3メートルじゃない、道路じゃないということをね、現実を見てほしい。車なんか通れない、そして歩くことも危険、そういう地域が何ぼでもあるんですね。そういうことをねあらかじめ知っておかないと日本人も救えないですよね。で年寄りが準備に時間かかってで行って避難所へ行った、もう泊まるとこがない、本当に廊下もないというようなことにもなりうるんですね。だからいざという時にどこへどういうふうにして避難するかというのをねあらかじめ考えておかなきゃいけない。特に外国人には避難所行っていいのかどうか、私いいのかなというね、そこから始まるんですから、そうじゃないよ、みんなで行くんだよということをね言って、で先ほどの情報を与えてやってほしいですね。そんなことを思ってます。今ですね、ラジオの方でですね、広島コンセルジュ2024年さんがですね、こんにちはと入ってきてください。こんにちは。ありがとうございます。広島なので同じ広島ですね。はい。本当にね、広島からですねローカルに発信するということでですね。ちなみに先ほどのですね、廿日市のですね、津波マップはですね、廿日市国際交流協会でですね多言語のものをですね、プリントアウトしたものを持っておりますので、必要な方はいらしてもらえればと思います。助かります。結構町内会長さんがですね取りに来られたりとかですね、不動産屋さんとかですね、あと、ホテルとかですね、はい、欲しいということで、ただですね宮島はここですね、そこのマップはね入ってないんですよ。残念ながらですね。そうだはい。あとですね、今コンセルジュさんがどんなものを用意すれば良いですかということで、栗林さん、私も経験いろいろあるんですけれど、避難所で、3つ持っていくとしたら何持っていきますか？そうですか、身分証明書が1ついりますね。はい、身分証ですね。で食料水ですよね。食料水、はい、これもね最低限ね。ですね。はい。それと自分の常備薬ですよ。常備薬必要ですかね。これなかなかね持ってこれる人がいない。はい。で情報伝達ですね。のあれですね。3つ私が言ってるのは時と場合によるんですけれど、昔はね財布とかね身分証明書とか言ってたんですけれど、お金とかですね、ですね、あとちょっとした食べ物とかですね、3つ私すると言ったらやっぱり最近の能登町とかですね、あっちを見て思ったのが、やっぱりもう携帯電話、そうですよね、これ必須ですね。とモバイルバッテリーですね。できれば3日分ぐらいね充電できる。なるほどなるほどね。とあと強いて言えば財布の中に保険証とかですけど、とにかくモバイル携帯電話がないと、その避難所がどこにあるとか、どこでね食べ物が得られるとか、そういうのがもう全く得られないですし、もし特に外国の人たちはコミュニケーション取るのに通訳アプリが使えないので、財布忘れても携帯忘れな。なるほどなるほど。で避難所にいたら結構最近ね電源をそのモバイルバッテリー用にですね、供給したりとかですね、提供してくれるところもあるので、であと能登町でもですね驚いたのが元旦に地震が起きたんですけれど、その次の日からですね地域の薬屋さんがドラッグストアがオープンしてるんですね。でドラッグストアは電源落ちてるところとか順天堂とかも開いてたんですけど、たとえ電源落ちてもペイペイで支払えるんですね。はい、ペイペイとか D 払いとかですね。なので、お金がなくてもそのペイペイとかで、でドラッグストア行けばもう食べ物も薬もですね、下着含めたさまざまなものが手に入るということですね。はい、なるほどね。で特に今ですね診察出ましたけどね、診察が、ね、通らない自動販売機とかありますから、小銭とね本当にあれがモバイル、携帯が重要じゃないかなと。なるほど、そうですね。思いました。はい。でですね、じゃあその言葉の壁というところでなんですけれど、やはり災害時のですね、言葉って非常にここの新聞の記事でもですね、日本語検定 N4 っていう、日常会話ができるぐらいのですね、ベトナムの人もですね日常会話できても災害時の言葉は分からなくって不安だったっていう、ですよね。すぐさま高台の津波が来ます、すぐさま高台の避難所に避難してくださいって言っても、避難っていう言葉が普段使わないので、はい、高台もそうですよ。そうですよね。
そういうことはね、外国人だけじゃないし、日本の子供が小学生が聞いたことがない言葉、それをわざわざね、使うというのはおかしいんで、今はもう、高いところへすぐ逃げてくださいという言い方をしとられるようですから、そのようなことになってるわけです。だけどね、避難所見たら分かるんですけど、掲示が全部日本語ですよ。大抵どこ行ってもね、外国人を意識した掲示というのはもうほぼないです。ですね。だからもうね、それで熊本でもね、大阪大学とそれから多文マネージャーのね人たちが行って翻訳 しまくった、そうですね、掲示物をね。で、そこでなんですけれど、その神戸の震災から始まったんですけれど、それで多言語に翻訳するっていうのも非常に書くの難しいことですので、そこで優しい日本語っていうのが開発されたんですね。で、とにかくひらがなとかですね、簡単な漢字とか、漢字にはルビを打ってですね、優しい日本語を使うということで、なのでさっきの高台に避難してくださいも高い山など高いところに逃げてくださいとかですね、避難所でもここは、外国人も来ていい、何ですか、住むところで住んでいい、寝てもいいところですとかですね、そういうふうな優しい日本語を使おうということでですね、言葉の壁を、取り去ようということもあります。もう一つ制度の壁があるんです。制度というかね、実態、日本では避難所というのはやっぱ公的に維持してですね、地域の人が一応管理しますが、すぐに役所の人がね、窓口に入ってきますけどね、その中でね、どうもこの外国人は避難所に逃げてもですね、この食料とかね、ベッドとかね、そういうものがどういうふうになってくるのかね分からずに、来たものを全部ね自分の周りに取り寄せて、で家族がみんな帰ってくる時の食料が足らんから外に独り占めしたというのが、ね、昔ありました。でそういうようなことをね、日本の制度はそういうことじゃないんだよと、みんな平等にね、そして食料も今日だけじゃなくて明日も来るんだということをね、日本人が教えたんです。そしたらすぐにそれはごめんということでね、ベッドから何からね、もうガーッとこうやってたのをみんなに食べ物もね返しました。そこで避難所では優しい日本語で、このパンは1人1個ずつ取ってくださいとか、並んでくださいとかですね、全員の分があるので急がなくていいですとか、例えばこのパンには、ハラルですとか、豚肉は使ってませんとかですね、そういうのをですね、日本語で優しい日本語で書くっていうですね、避難所もですね、あったりとかしましたね。これだけ外国人増えるとね、絶対避難の中に入ってくる。だからそういう中にリーダーが欲しいですよね。そういう人がやっぱり役割を負担してほしい。やっぱり外国人の方の災害ボランティアっていうのをですね、受け入れてる自治体もありますので、登録ですね、そういうような方が避難所のコンセルジュじゃないですけどね、コーディネーターで一人ね、運営に入ってくれたらですね、いいですね。で、私たちね、広島コンセルジュ2024さんもね、来てくれてるんですけど、私たちやっぱ広島、特に廿日市っていうのは宮島があるんですよね。で宮島今世界遺産でですね、1日もう8,000人とかですね、6,000人の人が来ているっていう、どうするかですよ。こういうね、働く人だけじゃなくてですね、こういう働く人もインバウンドの人もみんなやっぱりスペシャルゲストなんですね。やっぱり私たちのね、日本に来てくれる。なのでこの誰一人やっぱり取り残されないっていうですね、広島、宮島のおもてなしするにはですね、やっぱり普段からですね、優しい日本語でこうね、日本人たちも話す。広島の人たちも話す練習をするとか、宮島の人もですね、でもしこのね、あれなんですね、その津波が起こったりしたら、優しい言葉でですね、すぐに逃げましょうとか、一緒に逃げてくださいとか、というようなとか、避難所はあちらに、避難所って言っちゃダメですね、逃げて部屋はあちらにありますとか、食べ物があちらにあります、一緒に逃げましょうっていうですね、優しい日本語が話せるようにしておきたいと思いますね。はい。ということで、必要ですね。はい。じゃあということでですね、やっぱりこの災害ということで、日本人含めてやっぱりスペシャルゲストであるね、インバウンドやですね、外国の方々にね、今回はお伝えいたしました。